結構黄色だなと思ったらとりあえず初心者さんはやめといた方がいいかなと。枝もすっきり日当たりもいいのでこういうのは買いやすい方の部類になるのかなっていう。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、もういきなり出しようかな。はい、買ってはいけない盆栽4選ということで、盆栽買う時にね、これいいなって形だけで決めて実はあんまりいい状態じゃなかったとかね、このせいで枯れちゃったとか調子悪くなったとかね、そういうこともある方おられるかなと思いますけど、それを僕なりにちょっと4つまとめてみましたね。もっと他にもあるかもわからないですけど、とりあえず今日思いついた段階でこれぐらいということで、はい。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。こういう YouTube で喋った内容とかをね、文字に起こしたり専用の動画でね、詳しく説明してたりとか、そういうメールが届きますんで、よかったら説明欄の方から探していただいてアドレス登録して、はい、無料ですんでよかったらそっちでも勉強してみてください。はい、ではね、買ってはいけない盆栽4選ということで、一応初心者向けという感じでね、はい、そういう感じで見ていってください。まず1つ目、葉が黄色。黄色でもね大丈夫な場合はあるんですけど、結構黄色だなと思ったらとりあえず初心者さんはやめといた方がいいかなと。でどうしてもねその葉がちょっと黄色いけど不安だけど今日欲しいと、こんないい出会いはなかなかないみたいな感じでもしありましたらね、そこの持ち主さん、盆栽園さんとかね、持ち主さんにこれなんでこんな葉が黄色いんですかってお聞きしてみるのもいいかなと思います。単にちょっとこれ水やりすぎただけで黄色になってるんやすぐ戻るんやとかね、ちょっと今季節的に葉の色が悪いだけやから大丈夫よみたいなそういう、ご返答をねいただける場合もあると思うんで、とりあえず葉が黄色はちょっとそういう説明がない場合は買わない方がいいのかなと。でも説明して納得できたら、葉が黄色はちょっとありなとこもあると、はい、聞けるもんならありかもしれないということで、一応ちょっとあんまりは選ばん方がいいのかなとは思います。はい。次2番目、植え替えの適期を大きく過ぎている。はい。盆栽やっぱね3、4年に1回とか4、5年に1回、これ松盆栽に限っての話でね聞いてくださいね、うちなんでね。はい。で3、4年に1回4、5年に1回植え替えがあるんですけども、中にはねもう4、5年どころかもう6、7、8年9年10年、10年はなかなかないかな、それまで枯れちゃってるかな、結構植え替えがね全然できてないっていう盆栽ね世の中ちょいちょいあるんですね。本当のプロのとこ行ったらそうはなかなかないんですけど、たまたまねそういう植え替えが飛んでるのをプロの園にあるけどそのうち植え替えるつもりだけど、それが欲しいとかたまたま偶然が重なったりとかあるかもしれませんが、初心者さんにとってその植え替えがねもう4、5年とかぐらいだったら植え替えしやすいんですけど、6年7年8年とね植え替えができてないのはねちょっと植え替え危ないんですよね。その根の落とし方とか鉢のその崩し方、根の切り方とかねちょっと難しいんで、そこはやめた方がいいかなと思いますね。せめてその持ってる方上手な方だったらその人に植え替え手伝ってもらうとかね、そういうのがあればいいかもしれないですけど、植え替えの適を大きく過ぎてる盆栽は買わない方がいいかなと、初心者さんはね買わない方がいいかなと思います。はい。次3番目、ヤニがだらだらと出ていると。ヤニね松ヤニですね。松の樹液のことヤニと呼ぶんですけども、切り口とかからね切り口でもないとこから、幹とかからねヤニがだらだら出る性分の木がいます。で切ってすぐ止まる子もいればね切って保護したのにずっとだらだら出るとかね、
そういうのヤニの木でヤニ木とかっていうね言い方もするんですけど、このタイプはね枝がねなんかポツポツ枯れていったりする場合がありますね。ずっと調子悪いみたいな。はい。だからヤニもねだらだら出てもねそのうち止まる子もいるんですよ。止まる子もいるけどなんかずっと出そうだなみたいな子はこれ結構やめた方がいいですね。よくあります。で木だけ見たらね良さそうなんですけど、売りに出してたりとか棚に置いてるね盆栽園さんだったらもう枯れた枝は切り取ってね何事もなかったように置いててもヤニだらだら出てるのはちょっと疑い持った方がいいですね。これもでもねその持ってる人に「これヤニだらだら出てるけどどう思います？大丈夫そうですか？」っていうんで、ちゃんとねこれ今は出てるけどもう止まりそうやからもう大丈夫そうやでみたいなそういう言葉をちゃんと信用言ってくれてそれ信用できそうだったらそれもありかなと。うちにもこれちょっとヤニがねちょっと出てる子たまにはいるんですけどそのうち止まりそうやなっていう子だけかな今うちにあるのはね。でもねある程度落ち着くまではあんまり買わない方がいいかなと思いますね。初心者さんはね特に。はい。というところで、はい、次4番目、針金が食い込みすぎていると。針金やっぱり巻いてきれいに形作るのが盆栽ですけどもその針金もね枝とかの成長によって針金の場所は変わらんですけど枝が太ってきて、食い込んでくると。でちょっと食い込んでるぐらいはね外せばええんですけどもう何でしょうかね針金があってそこにぐわっとねもう針金が埋まるぐらいもう見えなくなるぐらいまで食い込む出る状態でね売られてる木もないことはないのでちょっと食い込むぐらいだったりするぐーっとね巻き込んでるような状態の木はほどく時にね皮がベロッと剥がれたりとかねほどいた後に傷むみたいなのがあるんですね。だから木の形は気に入ってるけども針金がすごい食い込んでこれもう大変そうやなっていうのはもう木は気に入ったけど残念だみたいに諦めてもいいかもしれないですね。うちでも昔そういうのを譲り受けたことがあって針金慎重に取ってはみたんですけど結局枯れたみたいなことがね実際あるにはあったんでこれちょっとやっぱ危ないですね。はい、はい、以上言ってみましたけどちなみにですねうちの棚からこれ今持ってきたんですけどこういう状態だったら買いやすい買っても大丈夫ですよみたいなこれね五葉松那須五葉松かな。綺麗な葉っぱでね針金もねちょっと見えないですけどかかってるんですけど全然食い込んでなくてで植え替えも植え替えして12年経ってるかな。全然もう1年か2年すれば植え替えすればいいかなっていう、すごくいい状態です。これも植え替えて1年ぐらいですかね。で針金この間僕がねアルミでかけたんですけどかけてすぐなんで当然食い込んでもなくね、枝もすっきり日当たりもいいのでこういうのは買いやすい方の部類になるのかなっていう、これちょっとうちの営業トークみたいになりましたけどこんな感じのは安心してどうぞご購入くださいというような、そんな感じですね。では今回は盆栽買ってはいけない盆栽4選ということでねやってみました。これからね盆栽買おうかというね初心者の方ね今日の内容ちょっと気をつけていただいてご購入されたら初っ端の、枯れて嫌な気持ちっていうのが防げるかもしれないんで、また忘れたら繰り返し見てみてください。本日は以上です。北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。